こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、恒例のイデオンガンイベントとともに、取ってつけたような星屑勢イベントでした。ガスを注入することになったシーマ様たちを批判的な目で見ていたカリウスやケリーさんが、ガス注入作戦の指揮を取るという素直にこのステージシーマ様で良かったのでは、とは思いますね。さて、今回のステージですが、若干特殊です。味方初期配置は機動力の高い機体で先行するという、スパロボ F にありがちな強制出撃なのですが、非常に珍しいことにパイロットが固定されません。なのでいつもみたいにニュータイプばっかり出撃して戦闘できない、という状況にはならないわけですね。いつもこうしろって感じです。ちなみにこの仕様があるのは多分このステージだけ。逆になんで15歳の少女に口論で負ける24歳の図。なおジオリギンでは35歳にされたキシリア様。24歳って方が無理がありますね。そこだ。さすがにできるな。させるか。かわしてみせる。ということでシナリオスタートです。サンクキングダムからは迎撃のトーラスが、なんでこの連邦兵だけこんなレベル低いの？もう一人は45あるのに。そしてのインさんはちゃっかりとサンクキングダム仕様の白トーラス。なお、性能はエアリーズの方が強いです。乗り換えた意味。そんなわけで敵はキシリア様、なのでもちろんマさんも。マさんということで、いつも通りやたら強化兵が多いです。ラフレシアは出てきませんがね。このゲームのせいでマさんがラフレシアを連れてくる印象が残ってしまった。そして自軍部隊ですが、数は少ないですが、バリエーションに富んだ機体が出撃できています。ぶっちゃけイルガイムマーク2とメタスがいればなんとでもなりそうな気がしますね。連邦兵が圧倒してるの初めて見たかもしれん。相手雑界ですけどね。どうやら敵は動いてこないようです。こちらの戦力も決して多くはないので、増援が来るまでは迂回して動きましょう。そしてザクとドムを撃墜したサンクキングダム防衛部隊は調子に乗って前へ。ああこれはエルメスに攻撃されますね。ご愁傷様です。そういえばさらっとダバさんが2回行動できるようになってました。前回の精神ポイントボーナスでレベル上がってましたね。邪魔なんだよ。やられるわけには。そこ。当たるもんかよ。ですよねー。知ってました。
ということであっけなく散っていったノインさんでした。あれはノインさんが悪い。増援かと思いきや、初期出撃ユニットプラス大ターンのみの出撃です。しかもどうやら1機も出撃させないということができないらしく、しぶしぶ大ターンを出撃。適当に壁に向かわせておきます。邪魔でしかないですね。ひらめきなしでバーニーが避けるとはレアな。ケイラのレベル上げ的には当たってくれた方が良かったんですけどね。さて困ったことに連邦兵がエルメスの射程内に入っていない。これはエルメスが動いてくる可能性があるな。もし動いてきた場合、次のターンで倒せないと大惨事になるので、ラバさんを近づけて攻撃できるようにしておきましょう。このトーラスザンジバルにも勝てないのか。本当にザクとドムぐらいなんでしょうね、勝てるの。そういえばエルメスにバルカンなんてついてました。エルメスにバルカンがあるなんていうのこのゲームでしか聞いたことないんですけど、どうなんですかね。ウィキペディアさんには何も書いてないので、いつものゲームオリジナルなんじゃないでしょうかね。そしてゼクスさんやってきました。妹のピンチに颯爽と駆けつけるお兄様の図。あれ、星の王子様は、直下でメリクリウスに乗ってます。そしてもちろんトーラスは撃墜。まあ当たり前ですね。ひとまずこの厄介すぎるやつを倒しておきましょうか。44% か。避けれる避けれる。まあ当たっても落ちないでしょう。なんだと？それは予想してなかった。相変わらずエルメス脆いですね。まあ危なそうなやつが消えてくれたので OK です。ザンジバルはどうでもいいとして、シャリアブルのブラウブロも近めです。と言ってもエルメスが近づいてきたのはノインさんが不用意に近づきすぎたのが原因なので、まだ動いてこないんじゃないですかね。自軍の増援が来るまでもう少しかかるので、それまではそっとしておいてほしい。ということで今唯一の幸運持ちのリリスで幸運を使用です。資金は稼げる時に稼いでおきたい。うまうまの資金獲得。DC ルートは戦艦が多いので、資金が豊富ですね。ポセイダルルートは一部のボスヘビーメタル以外は全然もらえませんからね。と、なんか来た。2回行動してきたと思ったら、黒い3連星だったんですね。待て！こんなとこでやられるわけにはいかないんでね。黒い3連星対スレッガーさんという原作でありそうでなかった対面です。スレッガーさんがホワイトベースに配属されたのはジャブローなので、オデッサ終わった直後ですからね。3連星はちょうど戦死した直後です。これで終わりだ。待て！こんなとこでやられるわけにはいかないんでね。さあ華麗な切り払いを見せつつきちんと耐えました。そして何を思ったか配置よ。このゲームの敵はどうやらダブルゼータの正面に集まってくるのが好きみたいです。バーニーとクリスが射程内に入っているので、ここはひらめきを使用しておきましょう。了解。あれ、どうやらマッシュさんにしか当たらなかったようです。一番どうでもいいのにだけ当たってしまったな。DC 兵士がいなくなったので、エリート兵以下のマッシュさんをスオス。2回行動できるからエリート兵よりはさすがに強いか。
んな簡単にやられるものか。しかしダバパワーにオルテが3手も足も出ない。速攻で瀕死です。さすがにドライ戦では無理があるんでしょうか。しかしとどめをさせそうな機体が誰もいないこの。クリスの集中に期待したいところです。やってみる。なに。67% もあれば余裕でしたね。じゃあ 37% もいけるいける。このなめるな。ですよね知ってました。もらった。当たってたまるか。ということでおとなしくダバさんで倒しましょう。他に行動できる人いませんしね。邪魔するんなら落とすよ。何バカな。これでオルテがマッシュを撃墜。残るはガイアだけですね。ガイアさんだけ相変わらずしぶとい。48% ならいけるいける。まあ切り払いもありますしね。かわせた。撃つよ。うわバカな。押されているだろう。パワーランチャーが強すぎて、普通に熱血かけたハイメガキャノンと同じくらいで蹴るのどうなってんだこれ。まあ気力も上がってますしね。射程長いなこいつ。落としてみせよ。やったなこの。まず空母が戦闘しないでください。なんでこのゲームのザビ家はドロスで出てきたんでしょうね。ジオンっていうとグアジンの方がイメージあるんだけど。やらせん。いや正面か。そしてシャリアブルさんも突っ込んできました。ついでにマさんも。あと大量のブラウブロが。こっちの方が問題です。そしてようやく自軍部隊到着です。見事に敵が離れたタイミングで。そしてこれがドロスです。走行はウィルウィックス最終形態よりも少し高いものの、運動性は50ぐらい低いです。さすがに避けられるという可能性はなさそうで安心です。まあドロスの場合気をつけるべきなのはその攻撃力ですかね。攻撃力4000ってバルシオン並みですからね。しかもキシリア様の性格は強気なので、気力も上がっていきます。もちろん2回行動してくるので、下手に射程内に入ると死にますね。デンドロビウムでも防御で1900食らったからな。しかもミサイルだったのに。まあ今一番問題なのは、この大量のブラウブロをどうするかって話です。どいつもこいつも2回行動してくるので、できる限り少ない戦力で数を減らしたい。ほっ噂ほどではないわ。黒い3連星の恐ろしさ教えてやるわ。かわせた。当たりません。マッシュとは違うのだよ。マッシュとはってことですか。わかりません。うわマッシュオルテガすまん。しかしオルテガとも違ったようです。まさか当てるなんて誰が思うよ。とりあえずガイア撃墜です。そしてちょうど並んでたのでバスラン、適度に減らせたのではないでしょうか。
奥のブラウブロはまだ届かないので、手前のは倒しておきたいですね。そこ。何？こいつは。シャリアブルを撃墜。このステージで一番危険説あったので、素早く処理できてよかったです。なんとか手前のブラウブロは撃墜できました。奥のブラウブロは先頭のやつがダバとバーニーに届くだけなので、残りは近づいてきてくれるでしょう。今のままだとちょっと遠くて攻撃しにくいですからね。ちょっと待てお前。これブラウブロ動いてこないのでは。私の前に立ちふさがるなら切る。まだまだこいつで決めてやる。無能な。お前はお呼びじゃない。しかしこの人もいつも R ジャジャだな。まあ一応ジャンの後継機みたいなもんだし。せっかくならガズエルガズアルに乗って欲しかった。そんな簡単にやられるものか。さりげなくマさんのせいでダバさんピンチに。変に当たったらまずそうです。やっぱりね。これはめんどくさい。やるせるけ。効かんな。射程外からの攻撃か。いや機体性能が高いのは分かりましたんで、そこどいてくれませんかね。敵が遠いんですよ。しかもドロスがいるせいで近づけないという。というかなんだこれ。走行4100、運動性245、ヒートロッドは射程1しかないものの攻撃力4300。この機体よこせよ。この機体をロンドベルに預けてそのままサンクキングダムで王様やるのはどうだいミリアルド君。ということで命中率は低かったものの、マさんに届く人があまりいないのでクリスで集中。クリスとゼータガンダムの仕事量がすごい。なんか普通にゼータガンダム強いですね。これ5段階以上の改造もきっちりしたら普通に強そうな気がしてきた。まあ資金余裕は多分ないですがね。残念ですが仕方ないこと。変なところに当たるな。バカな。変なところに当ててマさん撃墜。マさんまだ死んでないから変なところには当たってません。ということで問題なのはあのブラウブロ。ミリアルドが近づいたせいでおびき出せず、下手に近づくとドロスの射程内に入ってしまいます。困ったもんですね。なので、ここはひとまず奥のブラウブロを挑発でおびき寄せてみます。とりあえず1体って感じですね。うまくいけばこのまま挑発で呼び出すのはありかも。なんか突っ込んでいきました。勇ましすぎるでしょうあの人。まあいい感じに減らしてくれたと思いましょう。撃て。伊達にライトニングカウントの2つ名で呼ばれているわけではない。射程外からの攻撃か。あいつマジでやべえな。回避率が半端じゃないことになってます。しかも当たっても硬すぎる上に HP 多すぎる。反撃できないのが救いまであった。
反撃できてたら敵全部ミリアルドに殲滅されてましたね。とりあえずブラウブロが一体突っ込んできたので、処理しましょう。わざわざこっちの射程内まで来ていただいて悪いな。そう簡単にはやられません。そう簡単にはやられません。邪魔なんだよ。ということでブラウブロ撃墜。後のみたいだけど、バスランでもいいかもしれないな。と、ケイラが2回行動できるようになったな。いつの間にかレベル追いついてました。そしてエピオンごとバスラン。いい感じに1体を倒せてもう1体も削れたので、このまま倒しましょう。これでブラウブロも全機撃墜。残るはグラーフセペリンとドロスです。ドロスは HP40% 以下で撤退するものの、撃墜できれば4万という多額の資金を獲得できる。がぜ撃墜したいです。HP は6万ほどなので撤退するのは2万4000ぐらい。十分狙える範囲でしょう。コウさんたちは出てきたばかりで気力が上がっていないので、ここは気力の上がってるダバさんの出番ですね。気力150魂パワーランチャーならいけると思います。ということでまずは残りのグラーフセペリンを、いつも通り手加減で残して、アムで幸運かけて仕留めます。戦艦相手だとアムが余裕で当てれるからありがたい。モビルスーツやヘビーメタルだと普通に避けますからね。させるもんですか。なんだと。グラーフセペリン撃墜。残るドロスですが、シリア様の気力が119まで上がってます。もちろん脱力持ちはいないので、このまま行くしかないですね。撃て。無駄だ。行くぞ。ただの苔脅しか。HP と気力的に S91 が狙われるのは分かっていたのでひらめきはかけてありますが、さてどのくらい食らうか。まさかの回避です。なんだお前。まあ当たらなかったのは運が良かったと思っておきましょう。ひとまず魂ベスバーで削りだ。自爆は HP 調整が効くので後回しです。行け被害状況を知らせよ。落としてみせよ。たまるかよ。予想以上に出ました。反撃で6000くらい出ていたので、自爆込みで3万4000程度のダメージ。これで残りは2万6000ほどでしょうか。これ以上削るのは正直厳しそうです。出しすぎて撤退されるか、全く効かないかの2択になりそうですからね。ダバの気力を激励で150に上げ、魂幸運。渾身のパワーランチャーだ。変なところに当たるな。何バカな。
指令にクリティカルが出て、撃墜です。クリティカルは不要だった気がするけど、まあ撃墜できてよかった。資金8万は美味しすぎますね。おいヒーロー、完全に蚊帳の外だぞ。せめてポセイダルルートでももう少しリリーナが出てくれば。さすがドズルといったところでしょうか。他の兄弟とは器が違います。そんなミネバ様も今は大きくなられて。しかしミネバ様はいつローマの休日なんて知ったんでしょうね。重たすぎる愛です。ウイングでは珍しいまともな人だと思ってたら、やっぱりやべえやつだったパターン。ということで、クリアです。ドロスを撃墜して、資金もウハウハです。そんなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。